こんにちは、岩根です。今日はですね、主に絵コンテや演出も含めて担当したガタピシとドロロンパ、その2作品を中心に、お話しさせていただきたいと思います。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っていますので、少しでも気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。原画を描くのに慣れてきた頃の僕なんですけども、会社にね、結構転がってるんです。過去作の脚本なんかが使用済みのやつね。で、それを拝借してですね、自分なりにお金にもならない絵コンテっていうのを何本か描きました。何本かといっても、もちろん、すべて1から10まで描いたわけじゃなくて、例えば A パートだけとか、ワンシーンだけっていう風な感じなんですけども、それでも、ある程度の数の絵コンテを描いてました。で、これはなぜかというと、演出をやらせてください。こういう絵コンテ描きますっていう風にアピールするためなんです。正直に言うと、特別演出業っていうのに興味があったわけじゃないんですけども、やっぱり一流のアニメーターたるもの、演出をやるものっていう、若者らしい思い込みですよね。勝手な思い込みがあったわけです。当時24歳、原画を描き始めて約2年。やっと原画のことがなんとなく分かり始めたかなっていう頃なんで、本来ならとてもじゃないけど演出を任せてもらえる立場じゃないっていうのはもちろんよく分かってるんですけども、そういう社長へのアタックを続けるとチャンスが巡ってきたわけですね。これがそれはどういう時かというと、スタジオコクピットの花見の時です。参加は個人の自由だったんですけども、僕は先輩方からいろんな話を聞けるっていう、そういう機会を逃したくないっていうことで毎年参加してました。で、ある年酔っ払った社長が岩根、お前演出がやりたいかっていうふうに聞いてきたんです。ここだっていうことで、やりたいです。もう即答です。そうすると、よーし、じゃあガタピシっていう5分ぐらいの作品があるからコンテから原画まで一人でやれっていうふうに言われました。で、スタジオコクピットは当時所属人数がすごく多かったんで、社長が担当者を決めずに仕事を請け負ってくるっていうことが結構ありました。ガタピシもそういう一本だったと思います。もしくは先方にはできそうな人がいたら連絡しますぐらいの状況だったかもしれないです。で、酒の席のヨタ話にされないように、もう早速ですよ、翌日社長のところに行きまして、社長、昨日の演出のお話なんですけどもっていうふうに切り出しました。もちろん社長、その話ちゃんと覚えていてくれて、すぐに先方新鋭動画に電話してくれました。で、その場で、打ち合わせの日が決定。電話切った後、社長からお前のことは演出経験者だって伝えといたからバレんなよっていう風に念押しされたんですけども、でもね、実際打ち合わせに行ったらもう知らない単語がたくさん出てきて、多分そこで演出未経験だったっていうのがバレてると思います。で、最初は新鋭動画が用意した絵コンテを使って原画、作画監督、演出デビューです。まだ原画すらおぼつかない頃なんで、後にクレヨンしんちゃんを手掛けられたキャラクターデザインの小川さんには随分お世話になりました。特に煽りを極力避けてパースをなくした俯瞰のレイアウトっていうのにこだわってらっしゃったんで、それに結構苦労した記憶があります。で、原画を描き終えてしばらくしたら札出しの連絡が来ました。これがそもそも何かわからないわけですね。札出しって何っていう。で、当時コクピットで制作進行をしていた同い年のイサコに、札出しって何やるのっていうふうに聞いたら、いや、指定通りに素材、セルとか背景が上がってるか、不備がないかっていうことを確認して、タップ位置を BG に書き込むことっていうふうに教えてくれました。で、一応、そういうことやるのかっていうことは分かったわけなんですけども、なかなか不安なので、当日は、イサコに、晩ご飯おごるから一緒に来てっていうふうに頼みましたね。
だから実際その新映動画で、その札出しの風景を見てる人がもしいたら結構シュールだったと思いますよ。演出家がガタピシの担当ですらない制作進行の言うことをはいはいっていう風に聞きながら作業してるわけですから。でまたしばらくすると今度は編集の連絡が来ます。これも何するかわからなかったんですけども、とりあえず編集の人が切るのをこうそばで見てて、最後にありがとうございますって言えばいいっていう風にだけ聞きました。で実際その通りで、ベテランらしきおじさんが途中の確認作業なしに躊躇なく頭からバッサバッサとフィルムを切っていって、最後に助手らしい若い人にあとはラストカットで調整しといてっていう風に言い残してタバコを吸いに行ってしまいました。わずか5分程度のフィルムとはいえ、一発で編集できるプロの姿に驚きました。その後の話数では、僕が到着した時にはすでに編集が完了していて、とりあえず一回映像を見て、ありがとうございますっていうだけのことも多かったです。最初の編集の後、そのままコクピットに変えると、向こうからですね、リテイク出しやるのになんでいないんですかっていう電話がかかってきました。編集が終わったらそのまま新鋭にフィルムを自分で持って帰ってチェックをするっていう流れだったらしいんですけども、僕は知らなかったんです。で、すぐにもう新鋭に行ってフィルムチェックです。で、次はアフレコ。いつもガタビシで使ってるアフレコスタジオがビルの改装で使えないらしくって、向こうからは東宝の撮影所内のスタジオを借りてアフレコしますっていう風に連絡が来ました。もっともそうは言っても普段使ってるアフレコスタジオがどこにあるかも知らないんですけどね。で、当日東宝に着いたら、とにかく映画撮影所っていうこともあるんでしょうけど、とにかく敷地が広大で、もう困り果てて、いや一応地図はもらってるんですよ。ここの建物、ここの建物っていう風に。でもなかなかね、初見ですし、もともとこう方向不安内なもんで、いくつも同じような建物があると、ここでいいんだと思うけどなっていう風な、こういまいち自信がないまま進んだわけなんですけども、おそらくここだろうっていうスタジオのところ、立ってる男の人がいたので、そのおじさんに、すいません、今日ガタピシのアフレコで来たんですけども、ここでやってますかねっていう風に聞いたら、そしたら、ここでやってますよといった声が肝付金田さんでびっくりしました。ガタピシに出てくるペイスケっていうキャラクターの声を担当されてたんです。で、スマートに落ち着いて、ありがとうございます。今日はよろしくお願いしますっていう風に言えればよかったんですけども、多分動揺してまともなお礼も言えなかったように思います。アフレコが終われば、効果音や BGM を入れるダビングって言われる工程を経て完成、試写会っていう風になります。編集以降の作業に関しては、それぞれ担当される、プロの方がいらっしゃるので、確認のために横に座って、分かってるような顔をしてうなずくだけっていう飾り物の演出でした。それでもなんとか仕事干されずに2本目以降は絵コンテもやらせてもらいました。そして何本かやってる間に、あれもしかしたら一人で原画描くんだったら動画も一人で描いた方がコスパ良くないかなっていうふうに気づいたんです。枚数制限の中で自分のイメージする動きに近づけようとすると原画枚数を増やしたくなるわけです。でもこれを自分で動画までやるとなると、その問題も解決できるっていうふうに考えたわけですね。で、当時だいたい動画枚数800枚程度の作品だったので、原画としてはおそらく300枚ぐらいで、そこで原画を描くときに直接動画用にシートをつけて、動画用にきちんとセル分けした状態で原画を描きました。新鋭のチェックが終わったら、その原画が戻ってくるわけなんですけども、もう原画トレスはなし。もう動画の状態で書いてあるので、原画トレスをせずに省略して中割りだけすれば OK っていうことになります。で、今と違ってシリーズを通しての統一感にはおおらかな時代です。基本的に原画に修正が入らなかったので、そういう意味では助かりました。そうして、コンテ、演出、原画、動画に岩根正明という名前が次々と出てくるエンディングテロップが放送されました。ご存知のようにアニメの単価報酬は決して高くはないです。
それでも5分作品とはいえ、コンテから動画まで一人でこなす作業を約2週間で終わらせて、残りの時間で勇者シリーズなど他の作品の原画を描いていたので、おそらく20代半ばの収入としてはいい方だったんじゃないかなって思います。で、ガタピシが終了してドロロンパが始まりました。ドロロンパはかなりドタバタな内容でいろんな表現を試せました。これまでの商業アニメ人生で最も自由に作らせてもらった作品です。内心このままこの枠が永遠に続けばいいのになぁなんて思ってたんですけども、残念ながらドロロンパであえなく終了です。その後もチロリン村、お化けのホーリー、ハリモグハーリー、ポコニャンなどの短尺アニメを手掛けましたけども、他の原画マンが入ってたり、コンテ演出が自分じゃなかったりしたので、やはり最初の2本に対する思い入れは大きいです。もっとも演出作家をやればやるほど自分がそれに向いてないっていうことが分かって、途中からは積極的にやりたいとも思えなくなってました。特に演出はアフレコやダビングなどでいろんなところへ行くのが億劫で、やっぱり僕は机に向かって原画描いてるのが一番性に合ってるなっていうふうに気づいたわけです。それでも十分に意味のある思い出深い時期でした。原画動画以外のアニメ制作の工程を体験できたっていうのも有意義だと思います。皆さんも自分の適性を知るためにも、これはアニメだけに限らずなんですけども、何かチャンスがあったら積極的にぜひチャレンジすることをお勧めします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。